お願いします。はい、どうします？全体的に一番自分で気になってるのは、表面が今日割となんとなく落ち着いてるんですけど、毛羽立ちっていうか、そのつるんとならないのと、やっぱこの顔周りが細かい毛がこう額にところにあるっていうか、この辺もなんていうんですかね、サラサラしない。もうまっすぐしちゃいましょうか。はい、お悩み一瞬で解決します。あとは白髪がノットシャンプーを使ってから意外と気にならなくなったっていうのがあるんですけど、いや、そう色は入ってないんであれですけど、でも抜け毛が気にならなくなったって人は多いのと、あとは頭皮環境が正常化すると白髪が黒に戻る可能性はなんで、どうしても刺激の強いシャンプーとか使っちゃうと、でも白髪の理由が今分かってないから、全世界でその刺激の強いシャンプー使ったから白髪が生えたとは言い切れないんだけど、正常化することによって要は頭皮が正常な状態に戻って、それが白髪が黒くなったってパターンは一応可能性としてはゼロではない。でもご自身がいいなと思ってくださってんだったら、継続してやっていった方がいいです。あとはこの辺に癖があるので、本当はこっちから分けた方がもしかしたら落ち着くかもしれないんですけど、やっぱりこっち側になんだか白髪が多いので、まあそれもあってこっちにしてるっていうことがあります。白髪が生えてこないようのがいいはいいんで、ここの癖は取れちゃうんで簡単に。そうなんですね。そう、全然問題なくいきます。じゃあ今日はまあもちろん白髪染めはします。でこういうところですよね。こういうジリジリしたところ。そうですね。こういうところを全部やるとペタンとしちゃってショートかっこよくなくなるんで、ここだけ。そんなもんでいいんですね。これでいいです。ここだけストレート、あとこことかこういう細かいところやりますけど、例えば白髪気にならなくなってこっちから分ける場合はまたカラーする場所が変わるってことですか？カラーする、表面ストレートする場所。そうですそうです。でもここまでやるんでこんな分け方しないですよね。そうですね。一線残しますよね、分けるとしても。これぐらいですよ。だったらここ一線入るから大丈夫かなと思います。なんでもう見違えますよ。ツヤがやばいことになる。楽しみです。カットはどうします？カットはいくつか今までの YouTube を見ていて気になっているのがあって、ガッキーさんでしたっけ？がやってる、カッキーさん。あいつそこ厳しい。荒垣じゃなくて荒垣です。なるほど。ハンサムショートっていうんですかね。とあと本当に初期の頃に2ブロックっていうんですかね。こう買ってすっごい後ろもちょっと刈り上げみたいな感じのこうさらっとしたショートが。僕の友人嫁です。そうなんですね。奥さん、僕の友人奥さん。それがすごい素敵だったのと、あとは最近で言うと美容師さんで来ててショートだったんだけど、やっぱりここ襟足がこうピタッとならないって言ってた方が、美容師さんだったんで誰だ？確か美容師さんわかりますけど、メニューなんだった？正面ストやったのかな。なんか最初からすごいかっこいい感じではあったんですけど、ショートのママさんで。わかりますわかります。そうですね。要はタイトに収まる感じがいいかなと思って、まあこの辺のちょっと癖があるのもピチッとしてしまうか、もしくはここはちょっと残しつつ上からレイヤーっていうんですかね、ここをちょっとこう軽くしたのとどっちがいいかなとは思ってるんですけど、ここちょっと残した方がいいと思います。なんでかっていうと襟足に癖がありますよね。ありますね。そうなんです。生え際が多分横向きで生えてるっていうか、こう綺麗にピタッとならない感じはあったりします。カットで結構うまくいくと思うんですけど、あんまり短くしすぎちゃって、例えばこの刈り上げにしてピタッてやると収まりが悪い。そう、しかも毛が柔らかいから微妙かなと思うんで、とりあえずなんですけど、ここが重たいですよね。もう全体。そうですね。これを全体的にこう上に上げていくだけでかっこいいと思うんですよ。そう考えると横の長さちょっと短いんですね、今。なるほど。そうなんで上に上がったものがこう下がっていく方がいいんで、そうだから横の長さはほぼ切らなくてもいいかなと思って、ここら辺のデザインをもたもたしてる感じで、しかもやっぱこういうちょっとすごい長い毛とか残ってる。そうですね。そうここら辺ちょっとタイトにして表面ストレートにして綺麗なカラーすればバッチリだと思います。そうですね。この後ろ側もやっぱりちょっとネットしたのが出たりすることあるので、それも解決するっていうことです。余裕です。やりましょう。はい、お願いします。じゃあもう早速いきます。はい、そんな感じで、まあショートなんですけど、こういうちょっとパッと綺麗にするだけで全然タイトに収まるかなと思うのと、表面、まあそれこそノットのシャンプーとかホームケア使っていただいてるんで、ツヤ感はあるんですね。ツヤ感はあるんだけど、やっぱりうねりまではさすがに取れないんで、ここはストレートしちゃいます。でもサクッとやっちゃって、で、こういう尻付きうねりを取るんだったらもう一瞬でできちゃうんで、もうサクッとやって、で、カットとカラー綺麗にしたいと思います。カラーの色味とかでご希望あります？そうですね。結構すぐに明るくなっちゃうタイプなんですね。で、まあ職場もそんな厳しくないので、今ぐらいの明るさでもいいかなと思うんですけど、もうちょっと落ち着いた方がいいかな。そうしましょう。時間経つとどんどん明るくなってしまうので。了解です。OK です。ここら辺もちょっとざらついてますね。すぐやります。はい、じゃあお待ちください。はい。
い。じゃあそんな感じで表面宿毛矯正ですね。もうここ最近鉄板になってます。ネオメテオクリーム。pH 10.5。10.5 クリームにインクレイン。こちらを 10% です。1対 10%。もう超簡単です。pH8.5 弱の、ビアルカリと呼ばれるラインですね。ビアルカリで、還元値かなり少ないです。千代換算5ぐらいの優しい薬になるんで、これで大体15分ぐらいで流せるかなと思います。大きいうねりがあったりとかする場合は20分以上推奨なんですけど、今日のモデルさんみたいな少しチリチリっとしたものを直すという点においては、もうサクッとで十分いけると思います。早速行きましょう。ミナーの写真をインスタで流れてきたので、長いんだなーってなります。インスタそうですよね。インスタが一番最新か。インスタが一番最新だから、名古屋セミナーが最新。確かに。あまり使わないインスタ。全然動かない。水木ちゃんが私をメンション一緒にやってくれると、私はそれをリメンションするので動くっていう。今日ここに来るのに、そうだ、生き方をちゃんと確認しなきゃと思って検索をかけたら、TikTok が出てきたんですよ。僕の？はい。で、私 TikTok あまり普段見ないので、それでブルシャンとアサシャンの話の TikTok で、あれはTikTok の僕は別人だと思ってます。TikTok は多分前の動画で言ったよね、確か。言ったですけど、言ってました。ちょっとね、外注させてもらってるんですよね。ちょうどね、もし一回興味あって、でも、もう YouTube こんだけやってて、全然そんなできないと思ってたんで、そしたら代わりに代行でやりますよって会社見つけてやってたんですけど、僕が思い描いてるやつとちょっと若干違って、TikTok はでもこういう方がいいんですっていう感じだったから、じゃあまあとりあえずプロにお任せしますみたいな感じでやってると、でも確実にフォロワーとかは伸びてて、ただやっぱりね、なかなかいつもの俺じゃない。なんだっつって。それじゃダメだよみたいな。すごい三文芝居を見たい方は TikTok ぜひ。なんかそれでショックだったのは、私ずっと結構朝シャン派なんですよ。短いのでなんか夜洗ってもどうせまた朝濡らすしみたいな。朝シャンが髪に良くないってやつ。まあね。でも大丈夫ですよ。僕朝シャンです。あ、本当ですか？よかった。安心してください。確かに朝シャンですね。そうなんですよ。夜だとなんか夏は夏で暑いし、冬は冬で寒いしっていうのがあって、濡れて乾かした瞬間にムースをつけないとカールが出てこないんで、しかも髪の毛は細いからそのまま寝たりするともうほとんどバダーンってなりますよね。そうなっちゃうから、だからね、大丈夫です。僕朝シャンなんでご安心ください。あ、よかった。TikTok で言っときます。何度も言います。そうそう。なるほど。そう。YouTube これマジ台本ないじゃないですか。だから本音はこっちです。嘘ついてるってわけじゃないですけど、一応台本チェックとかもするんで、基本的にはこっちで喋ってることを信用してください。だからスタイリング剤とかも本当に今はノットの何でしたっけ、オイル、いい香りのするノットのオイルはないな。リンクオイルかな。リンクじゃないです。デンスオイル。デンスオイル。デンスオイルいいですよね。そうです。それだけ洗った後にミストをつけて乾かして、でそのオイルだけなんですね。もう十分です。ショートなんで。一応リンクバームも購入してみたんですけど、1回だけトライしたんですけど、ちょっと使い方が難しいなってワックスだと思って使ってもらうといいですね。ワックスの要領で。なんでだから毛流れをしっかり出したい時とか、まあなんだろう、メリハリかけたりしてる場合はいいんですかね。ショートでくるくるって。どっちかというとショートスタイルには結構合いやすいです。説得力がオイルよりはあるんで、まあでも好きなやつ一番簡単なのはやっぱオイルかなと思うんで、オイルはねかなりおすすめだと思います。それで適量っていうのが分かんないですよね。そうなんですよ。分からなくって動画見てると本当にこれだけでみたいなのを見たりすると私つけすぎかなって思ってるんですけど、でもすごいちょっとでいいと思いますよ。ちょっとでいいんですか？オイルの方、バームの方。オイルです。オイルはワンスポイトが僕基本だと思ってます。タラタラってこう出せるじゃないですか。あれは今5滴ぐらい出してるんですけど、つけすぎですか？ポンポンポンポタポタポタっていうのが。ちょうどいいんじゃないですか。本当ですか？よかった。バッチリだと思います。よかったです。はい。じゃあごめんコンビネーションしよう。よし、じゃあこれで一回置きましょうね。はい、こんな感じです。もうざっくり塗りですね。10.5 インクライン 10% をバーっと表面に塗って、第2線ぐらいまで塗りましたかね。ちょうどここぐらいまで塗って、でざっくり置いてます。このまま本当に10分で一回チェックするんですけど、だいたい15分で流せるかなと思います。髪質的にはね結構細いんで、まあこのままいって、あとはもうあんまりペッターンとしたくないし、すごいツヤは出したいけど、すっごいシャキーンってストレートもしたくないんで、その辺時間でコントロールします。お願いします。はい、お疲れ様です。10分です。よっしゃ。
見てみましょう。自分ですね。よし。フォーミングして癖が取れてれば、うねりが戻んなければ OK で、しかも触って圧倒的に柔らかくなってればもう OK です。で、こうやってフォーミングした時、若干戻るんですけど、これはアイロンでどうにかしようかなと思ってます。なんでかっていうと、還元バシッて決めて、アイロンサクッとが一番矯正としては理想形なんですけど、その分、すごい綺麗に伸びちゃうんですね。で、めちゃめちゃ綺麗に伸びちゃうと、今日のモデルさんの場合だとペタッとしちゃうパターンがあるんで、どっちかっていうと還元甘めで、少しアイロンで頑張っちゃう方がよりいいと思います。最後、インフォームつけてコーミングしたら流します。はい、失礼します。はい、インフォームで水分を補給するとともに浸透促進と、あとは毛髪の強化を狙って、ネオメテオのストレートの最後こう流す直前にやるのはすごく効果的です。5分ぐらい置いてもいいんですけど、先ほどの理由、ちょっとアイロンでどうにかするぐらいの感じでいきたいんで、このまま馴染んだら流しちゃいます。2分ぐらいですかね。よし、じゃあお願いします。はい、すいません、失礼します。流し終わりました。流し、ごめんなさい、工程言うの忘れたんですけど、よく流す。しっかりと流して、エマチンチェンジリンスして、シャンプー、ノットのシャンプーインフォーム混ぜして、7.0 のチェンジリンス流して、ドロップのチェンジリンスですね。で、最後、流して、ドロップのチェンジリンスは、そのまま流さずにタオルドライですね。で、中華処理いきます。メテオのコネクタ5倍希釈。活性ケラチン。むせますよね。そう、アクアむせます。気をつけてください。アクアはケラチン以外の全てのものが、髪に必要なものが全て入ってます。なんで、この2種類があれば、髪の毛が全て良くなるということになります。はい、じゃあそういう感じで、ちょっとまずはこっち分けのパターンでいってみましょうか。もうでも、なんとなくわかります。この、濡れてるけど触ってみます。つるーんとして。そうそうそう。これです。はい。ということで、今日はタイトなショートを目指したいなと思うんですけど、サイドがそんなに長さがないんで、もう後頭部でいかにかっこよくしていくかっていうのをちょっとやっていきたいかなと思います。最初に言うのを忘れたのですが、結構私この鉢っていう部分が張ってるんじゃないかなと思ってるので、それも気にはしているんですけど、それでもこう小顔。大丈夫です。左右差が結構3センチアシンメトリーにしました。もしかしたら最初こっち分けで切ってるかもしれないです。違うかな。違う、そんなことないですかね。分け目関係なしにこう一番下の長さが3センチ以上違うんですよ。切った時に結構すっごい短く切られてしまったんですよ。なるほど。でそっから伸ばしてるので、そういう線もありますか。確かに。ただこっちの長さ結構いいんですよね。こっちが若干短いんで、こっちは切らずにこっち合わせてっちゃおうかなと思ってます。本当はね、こっちの長さぐらいあるといろいろできるんだけど、僕はどっちかっていうと左右対称に切りたい人なんで、これでいきます。特にアシンメトリーとかって、初めて行った美容室で、大丈夫ですよ。今日よくなる。じゃあ行きます。はい、ちょっと下見てください。もうちょい下行けますか？すいません。はい、ということで、この襟足締めていく方法ですね。しっかりやっていきたいかなと思います。で、もう定番ですね。襟足のレングスを取るときは、レーザー。こうして、上から叩いて切る。こんな感じ。長さはある程度ちょっと残しておきます。今日はこの襟足の癖もあるんで、ライトに行きたいときは襟足の長さを残して、で、両肩で描いていきます。でもっても切った瞬間に C シェイプして、この三つ襟が出てくるんで、ここをセニングで落とす。これですね。シザーで落としたいとこだけど、これをセニングで落とします。こんな感じ。そしたら、今日はこのボンノクボに向けてしっかりと締まりを入れていくんで、これです。このレイヤー。こうですね。レイヤー。で、ハの字になって、もうサイドは切るつもりがほとんどないんで、ハの字になって若干後ろに引いて、こうです。逆サイド、レイヤー。レイヤー。こうです。後ろにワンパネル引く。そうすると、こうです。真横からいけますかね。襟足が薄く肌に馴染んで、ここにボリュームポイントが出てきます。これ、次のパネルはそんなに分厚くなく、ちょっと薄めでいきます。ちょっとウェイトポイントっていうのをちゃんと見極めながら、ここです。切るとこだいぶ増えてきました。ここですね。これが正解かどうかを一回切ってから考えます。でも、不正解になることはない。不正解になった時は、もう一回切ればいいだけなんで、こうして、レイヤーを重ねていきます。よいしょ。こうして、ワンパネル後ろに引いてます。前に行くに従って長さが長くなるようにしたいんで、1個だけ後ろに引く。
のを心がけてください。はい、真正面向いてください。ここでチェックします。ここで、ここがタイトになってるか。気持ち1センチ下になってるといいです。この後ドライカットが出てもいいかなと思います。はい、こんな感じですね。ってことで次はもう真正面向いててもらって、この高さに合わせます。ボンノクボのところが一番ボリュームゾーンになればいい。で、こうなってくると前回のカットラインがこんぐらい長いんですね。これをしっかりとこのグラデーションが綺麗になるようにいきます。で、この時に一番注意点は、このままワンパネルで切ると絶対ここが重くなるんですよ。なんで、このままこの上をこういう形で引っ張り出すと、ここに根茎部ができるんで、これをしっかりと切ります。そうするとタイトなんだけど、上に厚みのある丸さっていうのが出てきます。こうして、ワンパネルで切らずに、このまま上に持っていく。このまま上に持っていく。そうするとここが膨らんでくるんで、この丸みを取れる取れないがカットの上手下手にかなりなってくるかなと思います。こうして切ったら、最後上に引っ張る。この丸さを取る。こうして、ワンパネルで切らないように。指がワンパネルで切れちゃうぐらいの幅なんですけど、これをしっかりと上に上げる。そうするとタイトになってきます。で、このボリュームポイントさえ使えば、襟足の長さ後で変えたいってなったらレザーでちょっと削っちゃえばいいんで、こいつだけは絶対ずれないように。だからここは僕シザーでいっちゃいますね、絶対。ちょっと難しいんで。ぴったり、もう5ミリのズレも許されないかなと思うんで。こんな感じ。これで、こんな長いです。見えますかね。こうすると、こんだけ長いのが出てくるんで、これを落とす。ワンパネルで落とすんだけど、上に引っ張ってさらに削る。後頭部のメリハリですね。首が長く見えるように、首が細く見えるようにっていうカットになります。ここワンパネル、後ろ。こうです。で、タイトに。こうして、シュッ。こうして、グラデーション、ワンパネルで切るんだけど、持ち帰る。こうすることによって、なんか表面にワンレングス乗っかっちゃってるみたいな時ありますよね。それは多分このスライスを毎回こうやって細かく取れてない証拠なんで、ちゃんとこう、かといってこれを角だと思ってバスって切っちゃうとレイヤーになっちゃって、せっかくの丸さがなくなるんで、そこら辺も注意は必要なんですけど、上にワンレングスが乗っかってるものをいくらチョップカットしても絶対に綺麗にならないし、伸びた時に絶対そこが跳ねるんで、そこをタイトに。はい、横から見てください。こんな感じです。こう見るとちょっと襟足もう少し削れるなって感じなんですけど、ボリュームポイントは僕はここでバシッと決まってるかなと思います。で、横多分切るとこあんまないです。ただ、しっかりとレイヤー入れたんで、この引っ張って上の部分、を削る。で、顔周りは絶対長く残さないと、今日は絶対モデルさん短いんで、後ろに引っ張って、飛び出たところを取る。こうして、後ろに引っ張る。イヤートゥーのところに全部集めるイメージですね。イヤートゥーのところに全部集めて落とす。こうすると、横のアウトラインはほぼ切れないです。こんな感じ。こうですね。こういう、ちょっとタイトな感じになります。逆サイドなんですけど、逆サイドがアウトラインが長いかなと思うんで、こっちは切るところが出てきそうな気配です。こう、まずイヤートゥーのところを切ります。切る。そしたら、ここを持ったら、イヤートゥーのところに集める。で、集める。左右が揃いましたね。ちょっと待って。左右が揃っちゃいました。多分、ごめんなさい、僕、めっちゃ長かったじゃないですか、さっき、右が。ここのトップの毛が前に落ちてきたんだ。ああ、なるほど、なるほど。すんごい長かったんですよ、ここだけ。そうそう。そういうことか。アウトライン自体は一緒だった。ちょっとごめんなさい、僕も気づかなかった。これですね、これ。要は、値段はあれなんだけど、トップの位置を多分、パートで切ってるから、長く残したんだと思う。多分、これは狙いだと思います。で、ここですね、めっちゃ長い。でも、ここは切ります。切って、こういう感じ。こうすると左右も揃っていい感じになると思います。で、トップチェックします。でもトップ切るとこなさそうですね。はい。で、乾かします。リンクのオイルをつけてから乾かします。アイロン前はオイルをつけた方がいいです。ただ、シクロペンタシロキ酸というシリコンオイルですね。が一番いいです。天然オイル。それこそ、電子オイルとかをこの段階でつけちゃうと、宿毛矯正のアイロンぐらいのアイロンをしちゃうと、やっぱそこが熱のブーストになっちゃうんで、シクロペンタシロキ酸はドライヤーで全て揮発するシリコンオイルなんで、これがいいです。で、じゃあ揮発するの何がいいの？なんでじゃあつけるのってなった時に、摩擦を減らしてくれます。で、その摩擦を減らすためにやりますね。ノットのミストもつけておきます。で、レブリン酸で細かいを練り取れるんで、これも最後の追い込みにいいですね。
お疲れ様です。はい。とりあえず今ちょっと分け目変えてみたんですけど、ブローだけしました。はい。触っていただくと。まだまだですよ。でもそうなんですね。そうまだまだです。でこうしてでここから襟足の処理をしてきます。はい。ということで横から見てください。はい。こんな感じですね。ちょっと後頭部がふわっとでボンノクボ、さっきから言ってるボンノクボにボリュームポイントがあると思います。でここはかなり重たいんで切りますと、あとここちょっと長いですね。こういうところは少し落としたいかなと思います。でそこを別に矯正かけたわけじゃないんで、このままいこうかなと思います。こういう長いところはもう指で軽くレザーでアウトラインを切ります。ドライレザーなんで優しくやってください。こんぐらいかな。逆もちょっと長いんで。はい、そしたら全体チョップカットいきます。特に切ったところっていうのはしっかりとチョップカットいきたいかなと思います。はい、またグッと下見てください。特にここら辺ですね。今日結構切ったんで、チョップカットでもっと馴染みが欲しいところです。ここです。こうして、よいしょ。こうカットラインとウェットカットで切ったのと同じスライスでいきます。これが一番ねチョップっていうかブラントが出てるはずなんで、それをきれいにしてあげるっていうのがいいですね。はい、このまま縦スライス。でまだちょっとブラントが強いなと思ったら少し横スライスで、横スライスが一番綺麗にブラント取れるんで、あんま取りすぎるとここら辺は丸さがなくなるんで、優しく様子を見ながら、ここはそんなにあれかなと思うところはむしろ取らなくていいです。厚みを出していっちゃった方がいい場合もあるんで。よいしょ。はい、真正面見てください。そう。だいぶ真横から見た時のシルエットが良くなってきました。こっからドライカットでスライドカットとかもしたいんですけど、それはちょっとアイロンし終わって最後にやります。チョップを最初に入れておくと、やっぱカットが丁寧に2回できるんですね。ドライカットが2回できるっていうのはかなり美味しいっていうか、丁寧にできるんで、ここはおすすめです。ちょっと前髪が長いんで、前髪少し切ります。どっちに流れてもいいように切るんですけど、この横が、ここら辺が結構薄くなってるんですね。特に右側がかなり薄いんで、ちょっともったいないなと思ってて。なんで、どっちに流れてもいいように、これがここに乗っかってこないといけないんで、前に出して、鼻ぐらいのラインですかね。こんぐらいで、セーニングで叩き切ります。はい。そしたら、ここに真上に引っ張ってレイヤーを入れる。はい。そうすると、前髪が流れやすくなります。こっちでもいいし、こっちでも流れやすい。どっちでいくかはその日の気分でただ一個だけやっぱり見つけました。こっちがすごい私的には前髪立ち上がってすごいかっこいいなと思ったんですけど、ここだけすごいすいてあるんですね。そうめっちゃすいてある。要は多分こっち側でやってここを膨らませないようにすいたんだと思うけど、そのためにこっちに分け目変えるとここら辺がちょっとやっぱ物足りないんで、僕は完全に左右対称に切ります。はい。どっちに分け目いってもいいように左右対称に切っといて、分け目がこっちだったらヘビーサイド膨らんだって別にいいんですよ。なんならオイルとかで押さえればいいだけだから、そういう方がカットのいろいろ応用が効くんで、それでいきたいかなと思います。ということで、この後もう表面めっちゃサラサラになって完璧なんですけど、固定するためにアイロンします。はい、じゃあ動画の途中ですが皆様にお知らせがあります。9月4日月曜日の18時から長戸と岩崎瑞希とホットのメンバーでオンラインライブセミナーっていうのをヘアキャンプさんで行います。もうめちゃめちゃ楽しい時間にしたいと思いますので、皆様ぜひご参加ください。詳しくは概要欄の方にしっかりと貼っておくんで、ぜひチェックしてみてください。お願いします。さあ行きましょう。もうサクッとでいいです。ツインブラシなしでいいんですツインブラシなし。もうサクッと入れてきます。もうブローである程度形ついてるんで、熱をサクッと与えるぐらい。プレスしない、テンションかけないぐらいでいいです。ショートであんまりガシガシやっちゃうとほんとペタンとしちゃうんで、スライスも厚めで大丈夫です。ある程度熱がしっかりと加わればって感じなんで、熱置きはまあそこそこちゃんとって感じですね。それでもこれ万人が万人そうじゃなくて、しっかりとね背がめっちゃちゃんとある人とかだったらここら辺はツインブラシでテンションかけてた方がいいんですけど、今日のモデルさんぐらいだったらそんなに癖も強くないからツヤツヤにするイメージですね。メテオカラーの延長線上っていうイメージですかね。フェイスラインもちょっと塗ってあるんで、こういうところさーっと。前のなんか YouTube で長戸さんがすごいもみあげ大事って言ってたので、乾かす時もミストをちゃんともみあげに大事素晴らしいそうなんですよね。もみあげってどうしても傷みやすいんですよ。本当は硬い毛なんですけど、白髪染めする時ってもみあげに溜めません？
塗る時だって。そうだから結構そういうのとか、あとは流し残しとかそういうので結構ありがちなんで、だからなんか寝てる時とかも横向きでなんか摩擦してそうな感じがしますね。そうだから結構本当に髪って物理的ダメージに弱いから、まあそこら辺はちょっと防いであげるために、だから絶対ダメなのが半乾きで寝るとか。でも昔ってそのドライヤーの熱が髪にものすごく悪いみたいなのってありませんでしたっけ？あれはソバージュの時代にソバージュのロングヘアをブローで伸ばすっていう、美容院でブローしませんでしたみんな。その名残ですか？名残っていうかワンレンボディコンの台のあたりです。その時のぐらいドライヤーをかけると悪いんですけど、今ドライヤーも進化してるし、そんなに、しかも昔ってすいたりしてなかったけど、今はドライカットで結構優しい手触りのいい感じに、毛先少し薄くなってるじゃないですか。だからしっかり乾かして大丈夫です。乾かせば乾かすほどいい。で、目安としては、まず乾かし終わるじゃないですか。で、冷風である程度冷ましちゃうんですよ。バーって冷ます。冷ました時に指突っ込んで、ひんやってしたら、室温より低くなってたら、まだ濡れてます。なるほど。気化熱が発生してるってことなんで、水分があるから。だからそしたら絶対濡れてるんで、それは気をつけて。わかりやすいです。はい。で、もう乾いたかな、じゃあ冷風当てて、ひんやりしたらもう一回熱風当てる。で、冷風当てて、室温と同じだったらもう乾いてるんで、OK って感じです。はい。よし、いい感じです。もうこれで。はい。はい。じゃあ、カラー作っていきます。はい。いい感じだと思います。上の方かな。触りたい。どうぞどうぞ。ちりつきないですよね。はい。これが乾かしただけ、ブローしただけでできるようになるように今やってます。はい。じゃあ、この後カラー準備します。はい、じゃあ今日は少し落ち着かせるんですけども、白髪染めって感じにしちゃうとショートどうしてもすごい重い感じになっちゃうんで、白髪染めは使いません。いいですか？ただ白髪はちゃんと見えなくします。はい、ということで今日は加減法ですね。白髪染めを使わずしっかりと染めることができる12シルバーとイロンアディクシーの3スモーキートパーツ、これを2対1です。2対1で6%でいきます。で6%で頭皮保護で、今日モデルさん頭皮そんなに強くないということだったんで、ベロテクで根元ギリギリから塗って、ため塗りしちゃうとね、やっぱどうしてもトラブルが起きやすいんで、ベロテクでいきます。さらに頭皮保護の天才糖、もう活性ケラチンですね。活性ケラチンのメテオコネクターにインフォーム1プッシュずつで、総量の 10% メテオジェルですね。レブリー酸、グリオキシル酸のソルビトールなどのツヤを出してくれるメテオカラーをします。で、根元を塗ります。塗ったら毛先の方はつなぎたいんで、残液ですね。塗り終わった残液にメテオの GL をさらにトータル総量の 30% になるように加えて塗っていきます。お願いします。失礼します。いくらでもどうぞ。回る前に喋っちゃう。あるある。昔からそういう化学系とかって得意だったんですか？全然得意じゃないですよ。むしろ今も得意じゃない。あれなんですよ。本当にケミカル勉強してる人からすると全然あれなんですよ。ただサロンケミカルって言って、これがこうだから髪にはこう作用するよねぐらいの知識はめっちゃあるかな。でそれをなんか常に勉強はしてますね。でも全然本当もうオタクみたいな人いるから、ケミカルオタクみたいな、もうそれでこれとこれをやるとそこにくっついてる H が水素ですよね。H が1個離れてとか言われたら僕チンプ目に見えない。ある程度だこれを使うことによってこういうデザインが作れますよ。だからデザイン連動のケミカルは得意ですね。よく私昔は外人モデルさんの髪型を切り抜いて持ってってこういう風にしたいんですって言われて、ことごとくそれはできませんってもう断り続けられたんですよ。なんでだろう。いやだから中戸さんだったらもう今何でもできるんだろうなと。何でもはできないけどある程度外国人風に近づけることは全然できますよ。なんかそうですね、よく言われたのはそれは巻いて作ってるからそういうウェーブは出せないと。なるほどね。一理あります。だからパーマで作んなくて巻き方を教わればいい。どうやって巻けばいいのっつって。今だってブリーチ毛にパーマもねだいぶかかるようになってきたし、ブリーチ毛に宿毛矯正なんて超余裕だし。そうなんですよ。だからねそこに関しては結構いろいろ楽しいですよ。私もなんか長くしてたりパーマかけたりいろいろ、まあ宿毛矯正はしたことがないので、やっぱりそういう矯正っていうのは今日はきっと初めて。今日初？おお、来ましたね。なんでこんな楽なものがあったんだってなりますよ。特にこの表面の宿毛矯正って本当にリスク少ないから、こんなペタンってなることもないし、今日から1週間ぐらいは若干ボリューム減ったかなっていう感じなんですけど、根元ぐっと持ち上がってくるんで1週間で、はい、そこは安心してください。だからあれですよね、長戸さんここのノットの予約が取れなくても、でもできる方が今すごい増えましたね。メテオの取扱店っていうのもそうし、だから取扱店の人は大体僕の美容師さんしか入れないオープンチャットっていうのに入ってくる勉強会の LINE ですね。LINE で入れるんです。
そこで絶えずすごいよね。なんか最近すごい毎日のように勉強の話をバーってもう一日中ですよ、ずーっと流れてるんで、やっぱりね知識とかね、あと意欲ですよね、向上心はあるかなと。まあ全員が全員に会って面接したとかじゃないから分かんないですけど、少なからずだってあれ見てたら勉強しちゃうよね。私たまにってまとめて既読にしちゃいます。おいおい読んどけ。既読にしてちょっと溜まってるの50件ぐらい溜まってる。ちょっともうピュッてちょっと油断すると100超える。開かずにこうピュッてして既読にしよう。読んどけ読んどけ。だって多いんですもん。遡んないといけないじゃないですか。遡れ。ちょっとめんどくさい。チラ見するだけだわ。これはどの質問で返してるのみたいな。そうそうそう。でね、なんか遡んないといけないのがあれだからさ、ちょっとヒュヒュってやっちゃう時もそれはまあありますよね。基本は読んでくれてます。まあまあぼちぼち。マジで興味ないですからね。そういうのに。YouTube 撮ってて、ああいうなんていうんですか、地方にね、勉強会っていうかセミナーに出かけてて、日常普段やっててって本当にいつお休みしてるんだろうって。意外に休んでますよ。この間キャンプ行きました。キャンプね、実は妹がキャンプ動画を最近見てるらしいんですね。それでそのお酒マン T シャツとかお酒マングッズ、そうそうそう、私全然知らなかったんですけど、知ってました。やっぱり。いや、この間行って僕学んだんで、あと2回ぐらい行ったら僕もああいうちょっとキャンプ動画撮りたいな。おしゃれな。でもちょっと試しに撮ったんですよ。もちろん公開はしないですけど、ちょっといい感じじゃなかった。なんかおしゃれに、なんかお酒マンみたいな感じになってました。やってたでしょ。だからちょっと期待してるから。そうですね。数ヶ月後にああいうのがサブちゃんが上がってるかもしれない。サブチャンネルで上がるかもしれない。ただちょっと視聴者の皆さんパクリじゃないですから。パロディ？パロディじゃない。パロディでもない。パクリでもない。リスペクト。ちょっと残液に目を出リして。スペクト。もう YouTube これ全部編集もご自分でされてるんですか？編集やってます。すごい。テロップとかは入れてもらってます。はい。一緒もやって。でもサブチャンネルは半分ぐらい編集して、あとはもう投げちゃったんです。今の私のが行ってる会社のボスも YouTuber さんって YouTube やってるんですけど、すっごい大変みたいですよ、やっぱり。いや、大変ですよ。すごい大変ですよ。でもなんかもうやめらんなくなってきちゃって。なんかね、やめらんないよね。そうですよ、人気すごい出ちゃってますもんね。なくなったらロスになっちゃう。なんでしばらくはもうしばらくっていうか続けるんで、皆さんよろしくお願いします。よし、これで時間を置きます。はい。通常だったら加温って言って温めるんですけど、宿毛矯正の2液も兼ねてるんで、そのまま時間を置きます。はい、じゃあ置きます。はい。でもってもあとは時間ですね。時間過ぎたら15分過ぎたらアクアつけてコーミングして流しです。で流してよく乳化して流してマッチンジャックエッジノットシャンプーのインフォンまででメテオコネクタ原液つけて 7.0 チェンジリンス 4.5 チェンジリンスリミのコアミでいきましょう。お願いします。はい、いきます。はい、楽しみにしてください。じゃあミストとオイルつけて乾かします。気がついたんですけど、普通の美容院だとシャンプーして流して、あとトリートメントかななんかしてだいたい2回流すんですけど、いっぱい流すんですね。いっぱいいろんなものつけた。しかもなんかちょっとカップでかけ流すみたいなのやって分かります。ジョロロロロロってやられますよ。あれがすっごい効くんですよ、トリートメントの効果を。しかもうちマーブっていうマーブですよね。マーブですよね。YouTube で見てました。見ました。そうそう、マーブ導入したんで、マーブを使ったかけ流しがすごいね、やっぱり効くんですよね。おかげでもう内側からうなるようなツヤになってるはずなんで。よし、乾かします。いい感じじゃないですか。色大丈夫そうですか。ちょっとメガネをかけて。なるほどなるほど。素敵。あっちりじゃないですか。結構透明感もありつつ、メガネしたままでいいですよ。多分見てたいと思って。はい。で、ここら辺のこれブローまだ乾かしただけなんですけど、もうトゥルントゥルンですね。見た目がもう全然違います。そうそう。で、なんとなくこうひし形になったらわかります。はい、わかります。で、さらにこっち側をもっとかっこよくしますんで。はい。よかったらメガネしたままで大丈夫です。はい。いう信者カット解説ラストですね。今こんな感じですね。あとはもう細かいところですね。こういう三つ襟をルーツセニングしてさらに例にしていくのと、あとはここですね。このゾーンが今重たい。でもこの上はそんなに丸さを取りたくないんで、このゾーン、要はこの耳の後ろのゾーン、ここですね。このゾーンはセニングします。ここはさすがにスライドカットじゃ取りきれないと思うんで、セニングでタイトにすることによって、ここまで首にするんですね、見た目を。そうすることによってメリハリのあるショートっていうのが出せるので、こうです。タイトに。襟足の長さなんかは微調整しながら、こうです。タイトに。逆目いきましょう。ここをしっかりと。ちゃんと耳後ろをルーツから取ってあげる。
こうです。はい。めっちゃいいと思います。そうですか。はい、来ました。でも重いとこですね。この上のところあたりは若干セミングして。この耳後ろっていうのは誰でも重いものなんですか？そうなんです。どう考えても重いんですよ。要は耳かけたりしたらここが2倍になるじゃないですか。うん、ああ確かに。そうそう。かつ毛がいっぱい生えやすいところなんで、かなり重くなりやすいところなんだけど、意外に皆さんカットの時に取るの忘れがち。美容師さんもそうなんだけど、そこをちゃんと丁寧に量を取ってあげるとタイトになってくるんで。OK、いいんじゃないですか。もうそんなにサイドはねそんな重いとこないんですけど、やっぱここら辺を少し。ここから先はもう彫刻のように削ってあげる。よし、スライドで落とす。メテオカラーなんで、ここでアイロンするとさらにトリートメント効果が持続します。 OK。これの効果ってどのくらい持続するんですか？トリートメント自体は2ヶ月弱持つと思います。でもホームケア次第です。はい、ホームケアは多分たくさんいろいろやられているはずだと思うんで、そうすれば2ヶ月ぐらいで、ちなみにここの表面の宿毛矯正は半永久です。ただやっぱ生えてきたものは違うから、生えてきたものはこの8を超えるとやっぱじりじり感じるんで、ここ伸びるスピード次第です。なるほど。4から6って感じです。今シャンプー、ノットシャンプーにインフォーム完璧ですね。を混ぜて洗ってっていうしてるんですけど、完璧です。それ以上なんかそんなにする必要ないでしょうかね。ダメージそんな気にならないと思うんですけど、ミストはされてますもんね。ミストもしてます。メテオのコネクタっていうやつが、なんか聞いたこと、1週間に何回とかでしたっけ？2日に1回をシャンプーを流した後に原液をビシャッと塗布してあげるんですね。塗布してあげて、そのままノットのトリートメントつけてちょっと5分ぐらい置いてあげるっていうのを2日に1回ぐらいしてあげるといいですね。それは今のにプラスしてっていう？プラスです。なるほど。トリートメントの前のブースターみたいなイメージで考えてもらうと。よし。いや、めっちゃいい感じですよ。嬉しいです。私普段アイロンも全然しないんです、しなくていいです、しなくていいです。これはトリートメントを固めてるイメージですね。固め定着させる。あとは宿毛矯正した後って脱水って言って水を抜いといてあげると長持ちするんですよ。長持ちするというか、本当は濡れると残留のパーマ液とかが若干動いちゃうんですよ。そうするとね、やっぱりもったいないんで、それをできる限り動かない、不活性化してあげるのが完全脱水ってやつですね。プラスで今まで入れてきたケラチンとか、そういうメテオのエブリン酸とかグリオキシル酸が熱によってしっかりと髪に定着してくれて、さらにツヤ感も出てくるんで、いろんな意味で最後はこうやってアイロンを入れてあげるといいですね。普段はフローでいいです。うちの家系で将来的にちょっと薄毛の方は心配してたんですけど、全然大丈夫ですよ。どうだった岩崎？全然大丈夫です。全く大丈夫。そうだから白髪はちょっと、ね、自分でもびっくりして、あんまり白髪の心配昔からしてなかったので、なんで生えてきたんだろうっていうのは結構全然大丈夫。よし、こんな感じでちょっと一回取って、じゃあ電トイレにしましょうかね。はい。お天気これぐらいです。結構ジャーっという感じでいいですね。はい、でこれまっすぐつけない。もうめっちゃ温めます。なんならここでもう乾燥させちゃっていいぐらい。でこう襟足ちょっとと全体につけてあげて、そしたらこいつを外します。でちょっとね、こっち分けにした場合は少し根元が立ち上がってくるんで、これはこれで僕はかっこいいかなと思います。逆サイドからも取ろうかな。真正面気味。これがこうちょうどメガネの上ぐらいに動きが出てくるんで、真横から取ってもらうといいじゃないですか。こっち側少しこうかかってきてもかっこいいかなと思います。そうですね、耳にかけられるような長さになります。そうで、タイトにしてあげる。ライトサイドはもうこうやってちょっとタイトにしてあげて、その分この少し上げといてあげる。トップのボリュームが落ちないように。で白髪染め入ってないんですけど、全然気にならないぐらいだと思います。そうですね。下手に白髪染めしてめっちゃ綺麗に染めちゃうと、生えてるところがすごい目立つようになったりとか、そういうのがあるんで、こっちサイド真横からお願いします。だいぶいい感じにシルエットがなってます。痛いですよね。そうです。一番大事なのは後頭部だから。よし、どうです。素敵。わかります？この結構上にグッと持ち上げて、そう。でここタイトになって、
襟足ちょっと長さ残しといてよかった感じですね。はい、そうですね。うんわあ、素敵です。おっしゃい。ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、じゃあそんな感じで今日はショートのカットですね。かなり襟足がボテってしてたのをタイトにして、で、ライトサイドとヘビーサイドは左右均等にしました。で、白髪染めをせずに脱白髪染めみたいな形なんですけど、これの方が透明感出るんでいいかなと思います。でもってこれが、こっちヘビーサイドですね。ヘビーサイドはかなり毛流れ重視で、サイドの毛は切ってないんですけど、その耳がちょうど隠れるぐらいのところがいいかなっていうのと、あとは襟足はね、ちょっと癖があるんで、まあ少し今長く感じるかもしれないですけど、ちょうど浮いてきたりした時にちょうど良くなるかなと思いますんで、はい。こんな感じで、バッチリな、話す。はい。じゃあそんな感じで今日終わります。お疲れ様でした。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございますはい、失礼します。以上です。嬉しい。結構かっこよくないですか？かっこいいですね。いい感じ。はい。バッチリです。嬉しいです。ありがとうございました。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうですか最近は？特に何も。最近？いいことありました？あ、7キロ痩せました。半年で。ファスティングのおかげ。ジムとファスティング。ファスティングだけで7キロ痩せたら多分病気ですよ。確かに。ジムとファスティング7キロ目に突入したんで、あと3キロ痩せてマイナス10を目指したいですねっていうお話。元がどんなんだったっていう。いやすげえデブですよね。確かめたい人は昨年12月ぐらいの YouTube をご覧ください。12月いやもうちょっと前ですね。11月ぐらい。いつやろ。でも1月からジム行ってる。だからいやでも12月はちょいちょいダイエット始めたってぐらいなんで自分で。だから去年のなんでダイエット始めようと思ったの？デブすぎて自分がデブすぎてだから去年のいつだと思います、いつがやばいですかね。いやでも去年でも12月にアップされた YouTube は多分11月ぐらいのそう11月10月ぐらいですから、まあそこら辺、まあ、去年の動画やばいんですとりあえず。じゃあ皆さんぜひ、ちなみに第2回のファスティングしてる人は裏にいると思うので読んできてください。さあファスティング第2回目そういうことどうですあ、でも全然大丈夫です。でも初日からまあ初日なんですけど、ややぶさんマジでやってんの？ってます。今もこうやって飲んでる。はい、飲んでますね。はい、じゃあそんな感じでどんどんうちの姫たちが綺麗になるのを楽しみにしてください。バイバイ。